俺たち連邦水泳部。地球連邦軍の水中用モビルスーツたち。機動戦士ガンダムの舞台である宇宙世紀において、ジオン軍は地球上に存在する数々の連邦軍基地を攻撃するべく、ゴッグ、ズゴック、アッガイ、ゾック、グラブロといった時に俗称ジオン水泳部とも呼ばれる水陸両用モビルスーツを開発しました。そこで地球連邦軍はそんなジオンの水中からの攻撃に対処するべく、水中でも戦うことができる水陸両用モビルスーツの開発を進めていきました。今回はそんな地球連邦軍の水陸両用モビルスーツたちについて解説させていただきます。1、ジムスループ。 RGM-79U ジムスループは雑誌企画 MSVR に登場する機体で、地球連邦軍が初めて開発した水陸両用モビルスーツです。ジオンの水中用モビルスーツの対抗が予想できなかった地球連邦軍は対抗策に迫られ、 RGM-79 ジムのロールアウト前、水中用モビルスーツの開発を決定し、複数の計画を立てました。そして最終選考で残った4案のうちの2案は、背部にバラストタンクとハイドロジェットエンジンを装備したランドセルを取り付けるプランというもので、このプランを統合して完成した機体がジムスループとなります。ジムスループは背部にハイドロジェットエンジンと有線式のセンサーポッドを搭載。そして脚部に不沈用バラストタンクを装備し、本体には若干の耐圧加工が施されました。潜水時にはバラストタンクへの注水に加え、ランドセルに備えられた格納式の船だと推進機も併用するダイナミカルダイブ方式が採用されています。これはバラストタンクの容量のみでは潜航に必要な重さを確保できなかったための苦肉の策であり、連邦軍の水中対応へのノウハウのなさが露呈しています。ジムスループは宇宙世紀007911月に試作機がロールアウトし、グアム沖で試験が行われ、少数ながら実戦配備された機体ですが、連邦軍の水陸両用モビルスーツ開発プランが後発のアクアジムに統合されたため、ほぼ全ての機体が不要となり、一年戦争終戦後に通常のジムへ再回収して戻されました。回収を免れた機体が水陸両用機のテストベッドとしてしばらく使用されたものの、最終的には解体されています。ちなみにジムスループはジムのロールアウト前にジオン水泳部の対抗策として開発が決定した機体とされていますが、これを一年戦争の年表に照らし合わせてみると、主に海を主戦場とするジオンのマッドアングラー隊が設立されたのが10月30日、ゴッグなどと戦うベルファスト戦が11月20日頃、そしてジムが初登場したジャブロー戦が11月30日なので、長くても設計から完成までが1ヶ月以内という驚異的な速さで開発された機体となります。ただ一年戦争時のモビルスーツ開発の速さは突っ込み出したらキリがないので、気にしない方がいいのかもしれません。2、アクアジム。 RAG-79 アクアジムは地球連邦軍がジオン公国軍の水陸両用モビルスーツに対抗するために開発したジムタイプの水中用バリエーション機です。水中戦の連邦軍量産機として開発されましたが、量産が開始されて間もなく一年戦争が終結したため少数生産にとどまっています。ランドセル部分と剣部に水中用のハイドロジェットを装備し、それに合わせて武装も水中専用に変更されています。兵装は対艦用が主で、ミサイルランチャーユニットに大型魚雷とマイクロミサイルを装備し、マッドアングラー級やユーコン級を直接叩くために装備されたと考えられます。開発期間が短いことから機体性能は低く、アクアジムの前身のジムスループよりは多少マシというレベルであり、水中での戦闘能力はジオン水泳部にはるかに劣ります。しかしそれでも連邦軍の制海権維持に貢献し、一定の戦果を上げました。なお戦後は沿岸警備などの任務で配備が続けられたということで、機動戦士ガンダムユニコーンでは第2次ネオジオン構想後に連邦軍上層部がジオン系モビルスーツを排除する傾向を強めたことから、老朽機ながらも運用が続けられている機体として登場しています。3、ジムダイバー。 RGM-79D ジムダイバーはジム寒冷地仕様と同じ型式番号を持つ機体です。本機はアクアジムと同じくジムのバリエーション機体として開発された水中用モビルスーツであり、機体各部に水中での推進用機器を装備しています。ジムダイバーはモビルスーツバリエーションではなく、
漫画「機動戦士ガンダムバニシングマシン」に登場した機体で、北極圏で活動する部隊に配備されています。4. 水中型ガンダム RAG79G1 水中型ガンダムは、メカニックデザイン規格ミッシングモビルスーツバリエーションに登場する水陸両用モビルスーツで、アクアジムをエースパイロット向けに再設計して改良した機体です。改良が加えられているものの、基本設計自体はアクアジムと大差がないのですが、頭部がガンダムタイプということから水中型ガンダムと呼ばれるようになりました。水中でも使用できるように、ビームの収束率を変更した専用武装変更ビームライフルが新たに装備されています。連邦軍の水中戦力としては、アクアジムで構成された小隊の隊長機として運用されることが多かった機体となっています。漫画「機動戦士ガンダム刀」では、宇宙世紀0084ティターンズがアクアジム2機とともに出撃する様子が描かれているほか、漫画「機動戦士ガンダムユニコーン袖付きの気づき超和紙歌う」では、宇宙世紀0096のジオン残党軍によるラカール襲撃の際に、アクアジム2機とともに海中でゼーズール2機と戦いを繰り広げる様子が描かれています。なお、ミッシングモビルスーツバリエーション版水中型ガンダムは、ゲーム SD ガンダム G-NEXT などでガンダイバーとも呼ばれています。また、機動戦士ガンダムジオリジン MSD ではデザインがアップデートされ、さらにアクアジムを再設計した機体という設定ではなく、極地型ガンダムから続く極地専用モビルスーツ開発の系譜という設定になりました。アニメ版機動戦士ガンダムでは、そもそも連邦軍の水中用モビルスーツが存在しておらず、ミッシングモビルスーツバリエーションが発表されてからこれらの機体が登場しましたが、一年戦争はジャブロー戦の後、戦場が宇宙に移っていったので、水中用モビルスーツはあまり活躍の場がありませんでした。こうして一年戦争が終結し、続編の機動戦士ゼータガンダムで登場した連邦軍水泳部としての機体がマリンハイザックとなります。本機はモビルスーツバリエーションの機体として登場するモビルスーツザクマリンタイプを機動戦士ゼータガンダムにゲスト出演させたものであり、一年戦争後に地球連邦軍が接収して改修を加えたとされる機体です。水中型ガンダムがミッシングモビルスーツバリエーションで登場するまでは、公式な連邦軍の水陸両用モビルスーツはマリンハイザックのみとされていました。機動戦士ゼータガンダムの劇中18話では、ガンダムマーク2を4機で攻撃するも全機撃破されました。なお、その後マリンハイザックは連邦軍によって再び改修され、機動戦士ガンダムダブルゼータの作中ではジャブローで生産された機体ザクマリナーとして登場しました。ただし、地球連邦軍本部のダカールを制圧したネオジオンに接収されたので、ジオン側の機体として使用されることになりました。また、同じくジャグローで開発された機体としてダブルゼータモビルスーツバリエーションでは、深海潜航能力を備えた機体ザクダイバーが登場しています。このように一年戦争後の地球連邦軍は接収したザクを回収して水陸両用モビルスーツを開発していましたが、第一次ネオジオン構想時にはもう一機の水中用モビルスーツの姿がありました。それが MSA005M メタスマリナーとなります。本機はエウーゴがネオジオンの地球降下作戦に対抗するべくメタスに水中用装備を施した機体となっています。もともとは機動戦士ガンダムダブルゼータに登場が予定されるものの、最終的に未採用となり、ガチャポン戦士で立体やイラスト化された後、書籍ガンダムウォーズ2ミッションダブルゼータでガンプラ作例と設定画やスペックが記載されました。専用のハイドロシステムを搭載しているので、水中での運動性が非常に高い機体となっていますが、先行量産機がロールアウトした頃には戦局の中心が宇宙に移行していたので量産はされませんでした。その後は水中戦が少なくなったことから新型機は投入されておらず、次に新規開発が確認されたのは宇宙世紀用版天台に開発されたガンダム F90M タイプとなりました。本機はガンダム F90 の装備バリエーションの一つであり、漫画ガンダム F90 ファステストフォーミュラの作中では謎のモビルスーツカルハリウスと交戦する様子が描かれています。このように一年戦争終結後、あまり水中専用モビルスーツ開発に力を入れなかった地球連邦軍ですが、もう一つの宇宙世紀を描いた作品機動戦士ガンダムサンダーボルトでは水陸両用モビルスーツとしてアトラスガンダムとガンキャノンアクアが登場しています。アトラスガンダムは一年戦争終結後、
地球連邦軍系とジオン公国軍系の技術を融合する形で開発されているので、重力化運用において高い汎用性を獲得した機体になりました。ジオン軍の水陸両用モビルスーツを参考にした多重構造型球体関節を採用し、脚部にウォータージェットを装備しているので、水中での機動力はズゴックやグラブロにも劣らず、サブレッグとブレードシールドを組み合わせることで、より高い機動力を発揮する先行形態を取ることも可能です。また、ガンキャノンアクアは、ガンキャノンをベースに、水中戦も可能な機体として再設計されています。そのため、アトラスガンダムと同じく、球体関節となっているほか、水中戦に対応するハイドロジェットエンジンを搭載しています。劇中では、宇宙世紀0080、アトラスガンダムとともにペガサス級強襲揚陸艦スパルタンに配備されており、水中戦で浮上できず沈みかけるアトラスガンダムを救う様子が描かれています。余談ですが、連邦軍の水泳部は、ジオン軍水泳部に制海権を脅かされた時期に開発したアクアジムや水中型ガンダムを使い続けており、一向に新規の開発を行っておらず、F90 の M タイプまでは一年戦争に開発された機体が現役でした。このことから、連邦軍が海洋戦力を軽視していると伺えます。これは、敵は宇宙から来るというのが基本的な戦略なので、海洋の優先度は低かったということに加え、ジャブロー戦以降、ジオン軍は撤退を余儀なくされたので、ジオン残党軍を叩くために、わざわざ水陸両用という特化した機体を開発する必要がなくなっていったと考えられます。また、可変機やサブフライトシステムなどの発達により、海中戦よりも空中戦が増えたので、連邦軍は一層水陸両用モビルスーツに開発費を割かなくなっていったのかもしれません。ただ、前線としては古くなった型落ち機体を整備して動かせるようにするためのメカニックが大変だったのではないかと想像されるのではないでしょうか。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。